皆様こんにちは。今回は Google Arrow でバグ報告などのフィードバックを送信する方法をご紹介させていただきます。Google Arrow ではバグなどの不都合が発生した場合に Google に向けてフィードバックを送信することができます。フィードバックを送信することで今後のサービス改善にもつながります。ただし、フィードバックを送信する方法は Android と iOS で異なるので、これからご紹介させていただく内容を参考にしてみてください。まずは Android でフィードバックを送信する方法です。Android の Google Arrow ではチャット一覧画面とチャット画面で操作が若干異なります。バグなどが発生した場合に、チャット一覧画面では左上のメニューアイコン、チャット画面では右上のユーザーアイコンをタッチします。それぞれ表示される項目からヘルプとフィードバックをタッチします。表示されたヘルプページの一番下にあるフィードバックを送信をタッチします。フィードバックの送信は Arrow に関するフィードバックを送信、Google アシスタントに関するフィードバックを送信、不適切なコンテンツを報告するの3つから選んで送信することができます。送信しようと思っているフィードバックの項目をタッチします。フィードバックはテキストの他にヘルプとフィードバックをタッチする直前の画面のスクリーンショットも含めて送信することができます。つまりバグや不都合が発生したらヘルプとフィードバックをタッチすると良いわけです。もちろんスクリーンショットは含まずにテキストのみを送信することもできます。右上の送信アイコンをタッチすることで入力した内容のフィードバックが送信されます。iOS ではフィードバックを送信する操作は Android とほぼ同じですが、Android とは少し変わった手順で Android のヘルプとフィードバックにあたる操作を行うこととなります。まずはチャット一覧画面のメニューアイコンから設定をタッチしてフィードバックに関する設定を行う必要があります。設定項目の中にあるシェイクしてフィードバック送信のスイッチをオンにします。この設定を行うことでバグが発生した時点でフィードバックを送信できるようになります。そして Google Arrow でバグなどが発生した際に端末を振ることでフィードバックメニューが表示されます。このほか iOS のフィードバック送信ではスクリーンショットのほかシステムデータも含めて送信することが可能です。もちろんスクリーンショットやシステムデータを含めずに送信することもできます。プレビューをタッチするとどのような内容でフィードバックが送られるのかを確認することができます。そしてプレビュー画面の右上にある送信をタッチするとフィードバックが送信されます。フィードバックを送信しても必ずしもその要望が考慮されるわけではありませんが、少なくともアプリやサービスの改善に役立てられる可能性はあります。ただし Google からのレスポンスがあるわけではないので過度な期待はしないようにしてください。また海外では Google 公式の Google Arrow フォーラムも開設されているので、同じようなバグ報告が出ていないか事前にチェックするか、何らかのレスポンスが欲しい場合はフィードバック内容をフォーラムに投稿するのも一つの手です。以上 Google Arrow でバグ報告などのフィードバックを送信する方法のご紹介でした。